松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、ガーデンデンドロビウムの板付け用の板を作りたいと思うんですよ。で、これからですね、これを主っていうか、これを主体に作っていこうかなと思うんですね。ガーデンデンドロの、苗兼飾られるやつってやつですね。こういう感じに仕上がっていくんですよ。板付けのやつがですね。こういう感じに仕上がってくるんで、でこういう形に仕上げて流通させようかなと思っているところですね。それの今日は板付け用の板を作りたいと思います。でもこれは相当経ってます。私が親木で、育てているやつなんですけど、もう苗から作って5年は経ってますね。でこれは去年板につけたんですよ。それもこういう玉のやつを半分に切って板につけた。その方がですね、根の張りがいいような感じなんですよね。ですから試験的にこうちょっと半分にはつけたんですけど、将来的にはですね、苔玉を直接つけるよりは、半分に割るとか、根をちょっとほぐしてつけるとか、そういう形のやつをちょっと今研究してるんで、それもお伝えできたらいいなと思っております。はい。意外とですね、これをこんなの半分に切ってつけたのもきれいに根が張るんですよね。でこういう感じで、都会のベランダにポッとかけるだけで、育つようなホームユースのガーデンデンドロビウムをちょっと作っていきたいなと思っているところですね。はい。寒さマイナス4、5度まで OK なんで、ほとんど都会のベランダで、寒さには平気だと思うんですよね。室内で管理じゃなくて、もう外の日が、当たるところ、直接当たってもですね、鳴らせば順応していきますから、はい。そういったガーデンデンドロビウムをこれから提供していきたいと思っています。こういう風になるまでまだちょっと時間がかかるんですけど、徐々にですね、数年前からこれ作りを取り組んでいるんで、徐々にできつつあるんで、これも流通させていきたいと思っています。クルミカラ村さんの方で来年ですね、花が咲いた時にちょっと情報を出していこうかなと思っております。色の選別今年してないんで、来年はですね、色の選別して色別で出せるような感じ、それか花が咲いた状態で提供できるような形で、いきたいと思っております。はい。今日も強力な助っ人が来てくれました。松本さんですね。もう木工加工に関してこちらの方がうまいぐらいなんで、今日はですね、こういう板をですね、板付け用の板を穴を開けて焼き込んでいくという形をしていきますので、それを今日は松本さんに手伝っていただきます。はい。これで作っておくと結構年数はかかるけど綺麗な板付けができますので、こういったやつを作っていこうと思っています。今回はですね、100個ぐらいちょっと作ろうと思っていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずはですね、やり方をちょっと私がやってみますんで、はい、それを見てもらっていいですかね。はい。はい。ぶっつけ本番で、はい、さっき板切って、はい、切り出したばっかりです。はい。大体ですね、今回は飾りの穴を開けずに板付け用の穴を4つ開けるのと、上に吊るす用の穴を開けておくという形でいきます。はい。でこれをちょっと焼き込んでいくという形までですね、はい、いきたいと思っております。はい。じゃあまずはこの穴開け作業からちょっとやっていきますね。はい。はい。今回は8ミリのドリルを使います。8ミリのドリルで穴開けます。8ミリの穴だったらこれぐらいですね。で、一応ですね、ここにも根がどんどん張って裏にもつくから安定していきますね。はい。ですから、手ぐすなんかでぐるぐる巻きよりはアルミ線で4箇所止めるという形になりますので、これがこの方がすっきりしてくると思いますので、それ用の板を作っていきます。はい。はい。じゃあですね、まず4箇所穴を開けていきます。これ重ねて開けることによって、割れないんですよね。割れないですね。裏が、はい、裏がきれいに開いていきますんで、
で重ねることによってですね、下まで穴を開けずに済みますから、だいたい3つぐらいができるのかなというですね。で新しいのを下に置いていくと。でさっき開けた中途半端なやつが残ってますね。それに沿ってまた開けていきますから。これがですね、こういう形でワイヤーを通していきますからね。いいですね。はい、これを飾るような穴を開けたんですけど、もうこれ今回なし、どうせ上が太ってくるんで、はい、あんまり大きいの開けるとグラグラするんですよ。そういう点でちょうどこの棒がですね、若干大きいぐらいですね。少しちょっと大きいぐらいでした方があんまりグラグラしないという利点もあったのかなと思って、あんまり大きいの開けなかったんですよね。一回大きなのを開けてそれにした場合、ちょっとぐらつきが強かったんで、そういう点を反省してちょっとやったところがありますね。材料やるか若干大きめにすればいいですね。そうですね。で結構何回もやったんですけど、2年3年平気で持ってますからね。焼き込みが最初はですね、ちょっと浅かったやばかったんですよ。だから色が黒い部分が焼けた部分がすぐこうちょっと白くなってきて、で今回はちょっと強めに焼いて、焼き部分をちょっと強調させようかなと思っているところですね。はい。今回切るノコもですね、知り合いが分けてもらってすごく効率が良くなりましたね。甲斐さんありがとうございました。その電気関係に詳しいうちに FireTV をつけてくれたそう。一回プラスチックも考えてみたんですよね。いろいろプラスチックで作ろうかと思ったけど、そういういい製品が日本にはなくて、なかなかですね。こういう杉の木だったら宮崎特産品だからいっぱいあるし、木の皮がついたやつ、杉皮がついたやつも今試験的にやってるけど、それの仕上がりも見ながら、でもこれが一番ポピュラーに流通させやすいのかなと思ってるんですよね。そうですね。杉の皮がついたやつは皮が剥げる可能性があるんで、見た目がちょっと変わる場合もあるんで、安定しないのかなとちょっと思ってるんですけどね。商品が安定しない場合があるんで、これだったらある程度商品が安定してくるんで。そうですね。じゃあ焼きをやってみますね。炎の色はこれぐらいでいいんですか。はい。炎の色は全然。
まあまあ焼くんですね。はい、結構そうですね。きつめに、なんか燃えそうですこれで片面焼いてきて冷やしますわ、そうですね。軽く焼くと雨風とかで結構すぐ、もうすぐこの焼いたところが消えるんですよそうね。ですね。前これを切った時ははい。手の甲で丸のこで切ったんですよ。あそしたらささくれができてですね、あそれグラインダーで削ったんですけど今回はそこまでしなくていいのかなと思うんですよね、ささくれがあまり出ないんで、やそうですね。っぱ上等な丸のこで切ると違う。スライドもあるのか、こう焼きを入れることによってその植物とかには何の影響もはないんですね。逆に殺菌されるからあーいいんじゃないかと思うんですよね。これで焼いて問題があるってことはないと思います。はい。これを強く焼いて、はいグラインダーで磨く人もいるみたいですね。いますね。それがこう模様になって、ああ、少々のささくれはこう燃やした時にそれなくなりますね。ですね。40年前か30年前ぐらいかな、はい。私はプランターカバーを木で作ったことがあるんですよね。あでそれ飾り用に、あ、はい。あの時は塩酸かなんか塗ってこうバナーで焼くとものすごくこう溝が掘れるんですよ。あはい、そういうことを昔やってるだけど今その硫酸化、売ってないからですよ、はい危ないんで。昔は金物屋で書いたんですけどあ、木工所の方がそうやって教えてくれてあはは。塩酸、塩酸か硫酸かどっちか。それは焼いた後に洗ったりするんですか。その後は。磨くんです。ああ、磨く。それはこうちょっと彫りができてる。そう、彫りができましたね。なるほど。じゃあこれで片面ずつ焼いてはい。冷えたところからはい。冷えたって言うとまだ冷えてないや熱いですよ。これを素手で持とうと思ったらちょっと危険ですね大丈夫ですか。まあ大丈夫です。これも結構焼いておくと、あは。これぐらい黒めに焼いて、いいですね、模様も。結構焼きますもんね。しっかりと焼いた方が当たっていいね。表面火がついてますこれぐらいで勘弁してるかな。かっこいいですね、やっぱり。はい、これぐらいの安いのかなと思ってね。本当端っこ燃えますもんね。こうささくれがしっかり穴も焼く。はい。ここに結構根が噛んでくるからですね。はい。で穴は開けることによって、はい。ひび割れが少なくなるかなと思うんですよね。おー。で下手したらこれまだ生木やからパリッと割れたりするのも怖いんで、まあ、そういう面で前は飾りの穴も結構開けてたんですけど、はい。まあ、今回はバルブが結構大きくなるんで、はい。まあ、その飾り穴も消えていくからですね、消えていくと隠していくからもうわざわざ開けることないかなと思ってます。しっかり木目が出ますもんね。この状態から洗ったりとかはしないんですよね。しないです。そのままはい、板付け。自然に板付けして、はい雨に当たって現れていきますからね。はい。でもちょっとこうつけてすぐははい。手が汚れるんですよね、はい、まあ、そこら辺はちょっと、はい。まあそれはしょうがないのかなと思ってます。かっこいいですね。こんな感じで
ちょうど暑い時期大変ですけどね、いい。僕はもう普段も火扱ってるんで溶接とかでですね。暑さに慣れてることは慣れてますはい、これぐらいでいいのかな、はい、ガーデンデンドロビウムをつけていきたいと思います。これは肥料としてこう今まで4月からつけていた分ですね、はい、はい、ロングトータルをつけてたやつ、それをちょっと外します。で一応これぐらいの株ができたんですよね。これをつけていきます。でこの株から外しますね。で、さっきこれ焼いたやつですよね。これにつけていきます。でその前にこの釣り手をちょっとつけますんで、これを半分に切って、これだいたい裏表がないんで、綺麗な方。でこれ差し込みます。差し込んで、でこっちからこうかけますんで、はい、でこれをだいたい1センチぐらいですね、1センチぐらい直角に曲げます。直角に曲げて、直角よりちょっと内寄りにしますね。内寄り、少し内寄りにするとピタッとつけますんで、ついてから今度はこちらを曲げていきます。こうすることによって、あまりぐらつきもなく、こういう感じで板ができましたんで、板付きの板がですね、これにつけていきます。こっちの株ですね。これが2年前に作ったやつかな。はい。小さい高めを、これは、3つぐらいつけたやつですね。それがこういうふうに大きくなってきました。で今回はこの苔玉を直接つけるんじゃなくて、ちょっと毎回変わるけどまた進化した例ですね。はい、これ半分に切ります。半分にバチバチ切ります。で中に炭が入ってますね。炭が入ってます。これも半分に切りました。この炭はちょうど半分だからこれ残そうかな。でこれをこういう形にピタッとつけていきます。これは 1.5 ミリのアルミ線ですね。 1.5 ミリのアルミ線をちょっとカットします。1.5 ミリをカットして、これをですね株の上の方に一つ、上の方に通して、こういう感じでこういう感じで出しますね。でもう一方をちょっと下の方から出して止めます。こういう感じに曲げます。こういう感じにします。
でこれを先ほど作ったやつに通していきます。うまいですね。通していってもうフィットするっていうような感じですよね。苔玉がフィットして接着面が広くなるんで、これで苔玉のまん丸いまんまをつけるよりはカットした方が接着面があるし、新しい根がこう木に巻きついてくれてますね。でこれで後ろでねじって